本日はこちら、ドゥルル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 ブーン、ホルメン取扱説明書をね、やっていこうと思います。いやおもろかったわ。いや、おもろいといえばもうスバルさん取扱説明書、本当にね、ミコちょっとチェックしたんですけどね、マジでおもろかったですよ。ねえ、その立ち絵もっと他にあるやろ、ジャンプすぎる顔が。だって、ちょっと待って待って待って、いいやいいや。ちょっとこうね、はいはい、キラキラさせとこいじゃん。あ、キラキラしといて、キラキラ。ごめん。はい。じゃあね、スバルの取扱説明書、こちら。はい。見て。結構良くないかな。ほんとだ、結構いいやん。いや、これ何が面白いかってね、マネちゃん、今さ、今、成り立てのマネちゃんと、前のマネちゃんっているじゃないですか。はい。ミコ的に見て、結構前のマネちゃんとの、歴も長いから、まあ、最近変わったってのもあって、まあ、前のマネちゃんの、意見も全然 OK です、みたいな感じでね、マネちゃんに連絡してたんですよ。そしたら、ダブルでいただきました。ね、ということで一緒にしてよ。なんでダブルでそれぞれもらって。いや、わからん。ミコも見たら、2パターンあるんだがということでね、見てください。倍ぐらいあるんだ。なるほどね。はい、見てください、こちら。これちなみにどっち？新マネ、ピンクの方、新マネ。過去新マネって書いてある。新マネね。翌日までにはご返信いただけることが多く、いつも助かっております。これ、返信スピード4。そして、9マネ。矢印上、スバルさんはまだ本書を出していません。自分の興味があるものは5分以内に返信があります。過去ペルソナとかソセレとか遊戯王とか、興味がない内容については返信に2日かかります。長文については一度読みます。携帯閉じます。焼きおにぎり食べます。忘れます。5段階評価1。ちょっとね、やばいこれさ、ねえ、スバルが今新マネにめっちゃさ、いい顔してるんだからさ、やめとけよ。これマジで、掲示板ねえ、やばい。もういやそれはとか言ってなんかレスバしてるみたいな感じなんで、やばい。やめろよマジで。いやでもこれちょっと9マネね、マジでちょっと解像度激高すぎて。激高なんだよね。そうなんだよな。マジでもうそうなのよ。でも新マネにも出してないんだからさ、まだ。はい、じゃあ開けます。次、こだわり度過去新マネ、制作部についてはとにかくファンの方に喜んでもらいたいというこだわりを感じます。9マネ、こだわりは強いのにそのこだわりを言語化できず、よく頭から煙が出ていました。他のメンバーに相談して言語化してもらった印象です。5段階評価4。でも同じ評価だ。いや、そう、なんかその昔はその9マネ時期はもう本当にこれやりたいんだけど、なんかこうどうすりゃいいんだみたいなのが多かったんだけど、もう新マネになっちゃったから通じないってなって、最近頑張るようにして、もう全部スバルがもう1から10まで言語化して伝えるようにするという訓練をしています。だから素晴らしい。新マネはまだ気づいていないこの9マネこれでね、やっと知るということですね。はい、続いて先輩後輩力、新マネ、チョキチョキ選手権ができるほど皆さんに慕われているのを見て感激しています。9マネ、頼りがいがある先輩だといつも感じていました。後輩が悩んでいたらすぐに助けに行きます。ホロライブメンバーが悩んでいてもすぐに助けに行きます。ミオさんの前では子供になります。5段階評価。いいね、オチは。もうオチはいいねん、その一言みたいなさ。いやー、9マネちょっと解像度が高すぎてさ、もう頼むからこの配信を新マネが見ないでくれという気持ちでいっぱいすぎる。今頑張ってんだからマジで。はい、続いて、行動力新マネ、現場にお会いすると、毎回メンバーとお出かけした時の話をお聞きしており、フットワークが軽いなと感じます。行動力ですね。9マネ、行動力の塊です。休息日としてスケジュールを無理やり開けているのに、油断すると空いてるスケジュールすべてに他のコラボの予定や遊びに行く予定など次々と詰め込んできます。当時は頭を抱えておりました。5段階評価5。めっちゃ言われた。なんかその休息日なんですよみたいな。でもいや別に遊びの予定だからいいじゃんみたいな感じで入れてて。
そうそうそうで、うんしかもなんかさレッスンとかも休息日に入れるしかなくねみたいなノリになってうんやったんだけど、最近はねそんなことない。うんあ、でもそうなわかんないんだ。でも結構休むようになったよね、ちゃんと。めっちゃ家にいるけど、ただホロメンから勝手に仕事もらってくるっていう拾ってくるっていう癖が抜けなくて、あいいよいいよとか言って、マネちゃんが、これって参加されるんすかみたいな感じでもそうだやばいった、なんか懐かしい。って言っちゃうかもみたいな、やっちゃったかも。なんかノリで参加しますって言っちゃったからこの日ダメかもみたいな頭を抱える9マネということですね。はい。そう、そんな感じでした。続いて、これね、オリジナルのね、項目なんですけど、帰り際の逃げ足4、新マネ、収録が終わった後はできる限り早く帰りたいご様子を感じるので、できる限り収録前にお仕事を回収するようにしています。どうしてもお話ししたいときは挙手してこれだけ確認させてくださいとお願いしています9マネ、ホロメンの中だと2位ぐらいの逃げ足の素早さに入ります。仕事からなんとかしても逃げようとします2番だったのお前。現場終わりの素晴らさを確保するには工夫が必要なので、どのようにして確保するかいつも考えていましただってさ、仕事終わったら早く帰りたいやん。早くもうさっさと帰りてえじゃん。まあね、でもね、ミーティングみたいな感じでね、回収したくなるんよな。いや、そうそう、だからね、もう9マネの時は「お疲れ様です」とか言ってもうパーって帰って逃げようとしてた、逃げようとして。あと「みんなご飯行こうよ」とか言ってみんなで帰る流れをさっそうと作って帰るスバルもスバルで工夫してたってことですね。これ戦ってるんだこれ。戦ってた。ということで、こちらでした。続いて収録の際の必需品、旧マネから新マネへの引き継ぎ、 SS セット、年次案、喉悪い時のみ、豚骨スープ、おにぎりなどの軽食、ダンスの時はスポーツドリンク。これ合ってますか？それはね、もうこれはその引き継がれる時にスバルも一緒にいたんだけど、もう9マネがすごい説明してためちゃめちゃ説明してた。これとこれとこれを持ってってください。でもスバルちゃんとこだわりがあるもんね。これがないとみたいなやつがあるもんね。そう、はい、だから合ってます、これは。はい。接する際に一番気をつけていること、新マネ、前日の睡眠時間でテンション感が変わるので、配信時間やスケジュールを見てスバルさんがどのぐらい寝てるかをチェックしています。すげえ9マネ、必ず10分遅刻するので、この10分をどうやって短縮させるか考えてました。大事な現場はそもそも入り時間を10分早く伝えてました。これね、でも9マネ安心してほしい。最近10分遅刻はあんましない。あんましない。偉い。最近マジで減ってきてる。なんか必勝法を見つけ出してる。偉いじゃん。もうミコちゃんはもうね、30分前にねお知らせされるから、もう早いのか遅いのかも分かんなくなってるからねはい、これさえあればご機嫌。9マネ、新マネの引き継ぎ、カレー、温かいご飯、ホロメン5人ぐらい。いすぎだろこれパーティーやこれ。いすぎだろなんだよホロメン5人ぐらいってもっとあるやろ。1人とか2人とかじゃない、5人ぐらい。5人ぐらいですよ。めちゃめちゃいるやん。まあ確かに5人ぐらいいたら必然的にね、元気になるね。はい、マネージャーしか知らない担当の推しポイント。新マネ、マネージャー宛てにご連絡いただくときに絵文字がついている率が高く、ついていると嬉しくなります。かわいい。9マネ、お世話になった社員さんにはお礼の品とか手紙を送ったりして感謝の気持ちを伝えられる内面の部分は推しポイントだと思います。注意、その分私はお歳暮パニック事件が発生しました。なんでお歳暮パニック。言わねえや、お歳暮パニックは。何でお歳暮パニック。その、なんかね、まあお歳暮を送ろうみたいな、でこういろんな部署になんか送ったんだよね、そのお世話になった人とか、でもなんか結構その宛名とかどこの部署に誰がいるとかが全く分からなくて、でもうなんかそのバラバラになってて、そのスバルが思ってたこの部署のこの人っていうのがそれ前言ってたやつか。それ見たことあるやつだ。
全部その部署とかも違ってバラバラになってて、その全然違う人に違うものが届くみたいな、で、あったね。なんかスバルもさ、会社にしか届けられないわけじゃん。その、一人一人に渡せないから。だからその会社宛てに送ったものをマネちゃんがこう配ったんだけど、マネちゃんが配ってる最中で、あれこれ違くねこの人じゃみたいな感じになって、これ名前違くないみみたいたいなやつね。あれみたいな。部署はこうだけど、あれみたいな感じのやつね。これここにこれみたいな感じでぐちゃぐちゃになったっていう。でマネちゃんがもう顔面蒼白になるっていう事件が起きた。だから慣れないことはやらない方がいい。まあね、会った時にね渡せるぐらいがちょうどいいんだなということですね。そういうことそういうこと。続いてこれはちょっと直してほしいところ、これ最後です。新マネ収録の際などとにかく全力なので、スタジオの扉を突き破ってスバルさんの叫び声が聞こえた時はさすがに心配になりました。旧マネ丸1、現場に同じジャージしか着てきません。何着か増やしてほしい。丸2、意見がぶつかり合いで喧嘩するのは全然構わないのですが、喧嘩した翌日に会うと正面からではなく横目で目を細めてこちらを見てきます。笑いそうになるのでやめてほしいです。どんな喧嘩した日でもカレー食べさせるととりあえず怒りは収まります。ちょっと待って、横目で目を染めて見てんのとか自覚ないんだけど。でもミコめっちゃそのさ、これ表情がさ、もう目に浮かんできて、あ、こういう顔してるんだみたいな。お前みたいな、お前やったなみたいな顔でさ、カレー食べさせてとりあえず怒り収まるのちょろすぎるんだけど。いやでもマジでカレー食べるとなんか怒り、だからアンガーマネジメントしてんだよね、カレーで。すごいわ。スバルも、やばいイライラしてきたってなったら、すいません、カレー買ってきてもらっていいですかって言ってカレー無敵だろ。だってさ、しかもさ、同じジャージしか着てこなさすぎて、旧マネからね新マネになるみたいな。で旧マネもね結構ね長い間お世話になったから、なんかねプレゼントをね送ったの。そしたらお返しになんか新しいジャージもらった。ジャージ増えとるやん。めっちゃジャージの人だと思ってるやん。めっちゃジャージの人だと思う。これ着てください。でもマジでミコもさ、最近ずっとさ、バキのさ、家の T シャツしか着てるとこ見てる。あれでしょ、パーティーの時でしょ。パーティーの時は一回バキティ着とくと、まあなんかそれっぽく見えるかなみたいな。ちゃんとして見えるかな。なんだよそれっぽくって。いやでもやばいな、収録の際とかで突き破って聞こえてんのやばすぎるだろ。怖っ。いやでもさ、この旧マネとの関係値がさ、なんか懐かしくて、すごいおもろいな。旧マネ長かったからね、マジで。めっちゃ長かったから。旧マネとはちょっといろいろありすぎ。ね、思い出がねたくさんだね。もうめちゃくちゃ書いてくれてね、よかったね。そうなんだ。はい、よかったのかな。ありがとうございます。一番熱かったもん、すごかった。厚みがね、枚数が多くてすごいなって思いました。まあ何やるな、ありがとうございます。マネちゃんもね、いつもありがとう。